おー、かっけえ車だね。マツダ3の3スピードじゃないですか、これは。試乗させてもらえないかなと思って、せっかくですからね。もちろんスティーブさんだったらもういくらでも乗ってくる。イエーイ。スティーブのトゥイスト王朝ハーバーと言いますね、ここは、りょうちゃん。はい。見て、すごいいいところですね。ボートが多くて。あれかっけえ車だね。マツダ3の3スピードじゃないですか、これは。あれりょうちゃん、はい。気づいてない？車の窓になんかステッカー貼ってない？ありますね。スティーブ POB だよ。スティーブ適正のステッカー、ファンはここにもいるんだよね。すごいよ、日本の全国どこにでもいるということだよね。かっけえ車じゃないですか、これは。ひょっとしたらこの車って、はい、昨日ほら飲みながらさ、こうファンの方が来たんじゃない？はい、マツダ3に乗ってるという言ってましたで言ってましたよね。この車じゃない？もしかしたらかっこいいよ、これは。間違いないでしょ。ここに住んでたっけ？どうなんですかね。まあ地元だって言ってたんだけど、これ、でもまさかこうもうちょっと歩いてこう、出てくるのかな、この車の所有者が。昨日のこうかな、なんとなく思います。あれは何年に建てられたところなんだろう。多いですか。もうバリバリ日本って感じだよね、これ。そうですね。聖堂薬局か。ですね、薬局。覚えてる？ライキさん。昨日ね、まず会いに来てくれた、なんだっけ、雑草庵で食べてる時に、飛んできてくれた、スティーブ適正のファンの大輝さんですね。で、さっき歩いてるでしょ、りょうちゃん。俺、車見たら、あれもしかしたらと思って、それでスティーブ適正のステッカーが貼ってあるっていうのは気づいたら、大輝さんわざわざここまでまた来てくれたんでね。ありがとうね。本当に来ちゃいまして、ありがとうございます。こちら本当にすごいところですね。これからもう広島にもう帰るんですか？帰ります。同じ方向だから試乗させてもらえないかなと思って、せっかくですからね。もちろんスティーブさんだったらもういくらでも乗ってくる。イエーイ。失礼します。おー、じゃあね。はい。大輝さん、はい、いい車ですよ。ありがとうございます。いい車です、本当に。色も、この赤と黒のコンビも、あとこれターボですよね。ターボです、ターボです。ターボラグあります？やっぱりちょっとありますね。ありますか？だいたい何千回転からか入ってきます？でも4000ぐらいから結構ドッカンとくるような。あと急に来る感じですか？そうですね。これは純正のターボ？純正です。いじってないですか？いじってないです。そこからですよ。3500ぐらいからちょっともう急に来ますよね。早いですよね。楽しい。ハンドリングもういいでしょ、この車。いいですね。ね、なんかハンドルからと結構なんていうのか、これは峠道とかこういうカーブのある道はめっちゃ楽しそうですよね。そうなんです。結構 FF なんですけど結構曲がるんですよ、意外と。そうですよね。これはもう長く所有してるんですか？6年、僕が買ってから6年ぐらいですね。6年。愛車って感じですか？もう愛車で毎週綺麗に磨いてます。綺麗に、もう綺麗ですよね。塗装とかはし直したりしてないです。そのまま純正の元々のままです。元のまま。いいな。やっぱり広島だからマツダがまだ他のところからより多いかな。そうですね。パーセンテージ的にっていうか。やっぱりマツダの車多いです。いいですよ。でもね、聞きたいことがあります。自分の愛車の助手席に座ったことあります？ほとんどないですね。ほとんどないです。
人に会ったバカの人に鍵を渡してどうぞ俺の車乗ってくださいっていうのは今まではああ、初めてです。まあスティーブさんだからこそできたことですね。はい。嬉しいですよ。いえいえ。いい車です。ありがとうございます。やっぱりね、こういうの乗って前からうちのほら息子がいるでしょ、あーちゃん。あーちゃんはね、スバルに乗ってるんじゃない？はい、まあアメリカで、WRX STI、日本人はよくインプって言うんですよね。そういうプレゼン。あーちゃんは俺はね、その STI する前俺言ったんですよ。あーちゃんにこれね、マツダ3スピードはいいんじゃないかと。アメリカはスピード3っていう、3スピードっていうんですかね。はい、そうですね、スピード3。ですよね。これはいい車じゃないかって。あーちゃんは考えてたんだけど、でもね、スバルの方がいいって言ってたので、スバルにしたんですけど、これもいい車ですよ。何よりさっき言ったようにあんまりないから、見ないからこそいいと思います。そうですね。魅力がそこにもあると、私は思います。自分に言わせると、やっぱり嫌じゃない？フェラーリだろうが、ランボルギーニだろうが、まあすごい車はすごいんだけど、例えばアベンター乗って隣にアベンターをね、もう3、4台と全く同じような仕様のやつがあるとつまんないでしょ。人と被るのはあんまり好きじじゃないんです。好きじゃないですよね、それはね。だからこそこうはいい、あまり見ない。で、ここからですよね。急にやっぱり上がりますよ。そうだね。ハンドルもちょっとやっぱり急にそのトルクで感じますよね。楽しい車ですよ。よかったですね。そう言ってもらえて。運転させていただけるなんてと思わなかった。大輝は広島の子？そうです。広島の出身です。ですね。いいところですね。私はますます広島気に入りました。あ、本当ですか。いい街、いいところです。よかったです。本当にいいところですね。この道も大好き。綺麗というか、本当に綺麗な道。無償に車を運転したくなってドライブでここに来たりしてに来るんですか？はい。やっぱり気持ちいい道ですよね。これは。そうですね。海が見える。これ瀬戸内海ですね。瀬戸内海です。いいんですよ。これはスピード違反もなりやすいんだよね、この車。気をつけないといけないですね。大丈夫。軽自動車は前に2台ほどあるから大丈夫です。そうですね。飛ばしたくても飛ばせない。これはずっと所有するつもりで、もしくはいつか乗り換えとかってもういう頭にそういう考えあります？そうですね。でもまあ壊れるまでは乗ろうとは思ってます。いいですね。でも壊れないかもしれないよ。そうですね。マツダはいい車作ってるからね。そうですね。乗ってみて本当に改めて思いました。ねこのハンドルはモモですね。モモのハンドル、これアマちゃんのアメミヤ、アリアメミヤのこれ本ですね。おお、なりますね。なります。ちゃんとなります。じゃないんだよね。ちゃんとなるんだよね。大輝さんはいくつ？今31です。31。ちょっと若く見えるよね。ありがとうございます。まあでも一応俺より全然若い人として、どうも今広島に自分は31歳じゃあ社会人になってるんだけど、その大学とかまあ高校卒業して、広島生まれて、で大きくなったらやっぱり自分は東海に行きたい、もうやっぱり東京に行きたいとかっていうなんかあった？ですね、中学生ぐらいの時から東京の方に住んでいたので、住んでたんですね。逆に社会人になったタイミングで広島に帰りたいっていうのはありましたね。なるほど。それは何かきっかけがあった？やっぱりなんか都会の人の多いのとかが、なかなかこう慣れなかったりとかっていうのも、まあ都会は都会でいいとこもあるんですけど、やっぱり自分の生まれたとこに帰りたいなっていう思いはどっかにずっとありました。ありましたね。自分の田舎から離れて、横浜のあっちの関東の方まで行って、でなんか自分のこう広島の良さとかってさらになんか分かったことがありました？そうですね。やっぱり広島の良さは人がフレンドリーな人が多いかなと。それね、ありますよね。あとはまあ別に東京のどうのこうのとか横浜のどうのこうのじゃないんだけど、こうなんかの違いが他に何があるのかなと。あとはなんか料理の違いとかなんかありました？食べ物がやっぱり広島のものが美味しいとかって。でも広島のものはやっぱりお好み焼きとか牡蠣とか美味しいものが広島料理いっぱいあるので、
そうですね。やっぱりそれが東京の方にいてもいつも懐かしい感じはしてましたね。ああ、なるほど。まあでもね、これはね、今回の企画は若い人にアピールしていくことですよね。もう日本のこういう今行ってきたところ、その王朝、末岡さんのところに平均年齢って聞いた？彼に。そこにの住んでる人たちの平均年齢。聞いてないです。76歳そうです。そうなんですね。76ですよ。ということは若い人はほとんどいないということですよね。ほとんどいないから、どうするのかって、今度レモンとかはどうやってレモン畑から今度収穫とかをするのか。69歳で元気な末岡さんみたいな人がもちろんいるんだけど、やっぱりいつか限界があるんじゃない？そうですよね。今後誰がその仕事をするのかと、よりも誰がこの新しい例えば技術、コンピューター、衛星、もしくはロボットとかって、誰がそういうの今時の例えば農業の仕方とか農家のやり方とかを導入するのか。若い人がいないと多分ね、誰もできないと思うので、これ大きなチャンスだと思う。若い人。で、こういうところに住んで、家賃は安いでしょ。そうですね。暮らしやすいでしょ。美味しいものいっぱいあるでしょ。で、こっからでもね、広島までそんな1時間ちょっとで行けるでしょ。そうですね。それぐらいで行きますね。で、そこから大阪とかに行こうと思えば、2、3時間あれば行けるところですよね。そうですね。行けますね。なので、例えば、じゃあ、こういうところに住んで働いて、自分は20代の時に借金なしの、自分の会社経営者になって、大変な仕事だと思うんだけど、東京とか横浜でもどこでも大変なのは大変なんで、住んでて、行きたい時はね、遊びに行きたい時に行って、2、3泊して帰ってくれば、そういうのはいいんじゃないのかなと思うよね。そうですね。なんで本当に自分のため、これから自分の家族のため、子供のため、よりももっと大きく考えると国のため、広島県のため、日本の国のため、もしかしたら大樹さんみたいなね、この若い、もう賢いね、頭の良さそうな子が、ひょっとしたらまた海外の人とのもっとつながって、こちらの街の良さよりも、なんていうのかな、こちらのレモンが、もうこの輸出なんかは別にできないわけじゃないんだよね。そうですよね。日本の広島というものをブランドにして売る、輸出する、よりもなんか外国人になんかね、アピールできるポイントを作って、もっとね、読んで、ここでもっとなんていうの、観光スポットにすることとかも、こういうところもね、外国人とかアメリカ人は多分喜ぶと思うんですよ。それ嬉しいですね。やっぱり近くにいつもある街だけど、なかなか自分たちは気づかない部分があるので、そうやって改めて言ってもらえると別の見え方がしてきてですね。大輝に会えて俺は嬉しいし、いや本当にこちらこそこれ縁があったと思う。そうですね、この出会いに。昨日食べてるところで俺ツイッターに投稿したら、すぐ連絡ねしてくれて、近くにいるからね、ファンでちょっと会いたいですって言って、いやぜひぜひって言ってね答えたでしょ。そうですね。それで会えて、本当に何かこれでもうフレンドになったって思う。ありがとうございます。友達と思います。でも大輝は若い日本人としてもっとね、こういうところもね、もっと自分の力で頑張っていってほしいよな。頑張ります。ぜひ。ところで、スティーブの運転は大丈夫？全然大丈夫です。不安じゃないですか？全く怖くないです。運転上手ですやっぱり。ありがとうございます。いろんな車はね、長く乗ってきたんで楽しいです。本当です。大輝さんに会いたい、嬉しい。いや本当にありがとうございます。またね、今からもうちょっとで着くと思うんだけど、また会いましょう。そうですね。広島に来た時はぜひ。アメリカにもし行かれることあったら、この箱スカ運転してあげるよ。じゃあ助手席にまた乗せてください。いや運転しない？運転したいです。それさせてくれるならしたいですよ。いいですよ。大輝なら俺は運転させてあげますよ。ありがとうございます。ね。楽しみにしてます。
大輝さんみんなに言って。はい、チャンネル登録よろしくお願いしますサムズアップですサムズアップですね。はい。じゃあまたね。皆さん、あとね、大輝さんみたいにこうキーチェーンもあったり、スティーブのグッズ、チェーンがあります。それとステッカーもあったり、この車にサムズアップの認定者にしなきゃダメだよね。丸いサムズアップステッカーを貼らなきゃダメ。今度それまたプレゼントします。ありがとうございます。はい。実は今日持ってます、カバンの中に。おお。今後ろに積んでます。貼りましょうか。ついたら。そうですね。ですね。じゃあではまた次回までよろしく。はい、ありがとうございます。サムズアップです。